こんにちは。ジャパンプラスの須永圭介です。今回はトレイやブリスターなどを量産する前の確認作業として行われる試作プロセスと、その際に使われる樹脂素材、ケミカルウッドについて紹介いたします。まず、試作品を作成する理由についてご説明します。ジャパンプラスでは、金型を製作する際、シンプルな構造のものや、形状がすでに決定しているものに関しては、試作を行わなくても問題ありません。しかし、新規で製造する場合や、既存製品の形状変更を行う場合、試作をせずに量産に進行すると、問題点が多々見つかることがあります。図面やイラストだけでは、製品化した際の印象や細かなディテールを確認することができません。これらを毎回量産と同様の仕様で製作してしまうと、コストと加工時間が大きな負担となり、効率的ではありません。そのため、試作品を製作することが必要になります。ブリスターなどは一面の作型を製作します。部品トレイでは、ポケットの一部分のみを試作し、お客様に確認を行う場合がございます。このようにしてお客様のご希望の形に仕上げていきます。続いて試作に使用する素材についてお話しします。ジャパンプラスでは本金型をアルミで製作し、試作をアルミまたはケミカルウッドを使用しています。ケミカルウッドは様々な業界で模型素材として広く利用されており、弊社でも真空成形用のケミカルウッドを使用しています。ケミカルウッドを使用することのメリットは3つあります。1つ目はコストの削減です。アルミ製の金型に比べ、ケミカルウッドは安価で作成可能です。これにより初期費用を抑えることができます。2つ目、加工のしやすさ。条件によって異なりますが、ケミカルウッドは樹脂製であり、同じ形状のアルミ型よりも加工がしやすく、切削時間が2分の1から3分の1程度になります。3つ目、素材の均一性。ケミカルウッドはウレタンなどを主成分にした合成木材です。天然木材のような木目がないため、切削方向にかかわらず均一に仕上がります。これらのことから、試作を製作する際にケミカルウッドは最適な素材なのです。いかがだったでしょうか。今回は製品の試作プロセスとそれに最適な素材、ケミカルウッドについて紹介していきました。図面やイラストだけでは見つからない改善点を発見するのに試作品の製作は重要です。これにより不必要なコストや加工時間の増加を避けることができます。また、ケミカルウッドは低コスト、加工の容易さ、均一な仕上がりから試作型として最適な素材になっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ジャパンプラスの須永でした。